皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕が最近読んだ傑作と言われている漫画を紹介したいと思います。今回紹介する漫画は、紬拓さんの瞬きもせずです。まずは Wikipedia に頼りながら簡単に作者と作品紹介をしていきたいと思います。瞬きもせずは紬拓さんの作品で、1987年から1990年にかけて連載していました。僕が読んだのは文庫版で全4巻あります。ウィキペディアによると、少女漫画の世界に地方社会を取り入れた記念碑的作品だそうです。地方に住む高校生の恋愛や家族関係、進路に悩む姿が描かれた作品で、多くの人から傑作と言われています。瞬きもせずの舞台は山口県なんですが、作者の紬さんは今作品の執筆中、実際に山口県に移り住んで、その風景や方言を作品に落とし込んでいたそうです。僕は紬さんは山口県出身の人なんだろうなと思って読んでいたんですが、ウィキペディアを見たら神奈川県出身と書いてあったのでびっくりしました。山口県を訪れた時の空の青さや山々の美しさに感動して舞台を山口県にしたそうです。物語は高校に入学した主人公の小浜さんと同じクラスになったサッカー部の今野くんを中心にして進んでいくんですが、彼らのそれぞれの親友のみつこさんとてるやくんも物語に大きく関わってきます。また小浜さんの家族関係にもだいぶフォーカスしていて、特にお父さんと一つ年上の兄の都合とおばあちゃんはこの物語に欠かせない存在になっています。それぞれの関係性を軸にして別々のテーマの映画を作れるくらい、家族における様々な問題をリアルにそしてドラマチックに描いています。例えば序盤の今野くんがバイトしているカフェに小浜さんが家族で食べに行ったシーンでは、完璧とは言えない父に対する愛情と恥ずかしさが入り混じった感情をとてもリアルに描いていると思いました。また後半では東京に行くことを最後まで許さない父と最後には許してしまう母の対比が描かれていて、正しい愛情のあり方を提示しているようにも見えましたし、正解のなさを提示しているようにも見えました。あと、おばあちゃんがボケて都合のことを忘れてしまうこともとても印象に残っています。読んでいた時はとても悲しかったんですが、いつか全てを忘れてしまうかもしれないからこそ、一日一日を大事にしないといけないというとてもポジティブなメッセージが込められていると思いました。ちなみに、一日一日を大事にしないといけないということをお父さんも酔っ払いながら言っています。この言葉が瞬きもせずというタイトルにつながっているのかなとも思いました。もちろん今野くんがいるサッカー部の話も物語の主軸になっています。今野くんと監督がいろいろな事件を通じて徐々に信頼関係を築いていく様子も大きな読みどころになっていると思います。それぞれの関係性において描かれる感情の細かさとその豊富さに驚かされました。ではここからは瞬きもせずの特徴や僕が好きなところを紹介していきたいと思います。まず一つ目は何といっても圧倒的な画力とセンスです。セリフがない最初の1ページとその次の見開き2ページを読んだだけで完全に漫画の世界に入り込んでしまいました。その3ページだけで僕の中では傑作ということが確定しました。皆さんも下のリンク先で見れますので、ぜひ見てみてください。最初の1ページでは野球部がボールを打つ音とセミの鳴き声が聞こえる田舎の学校の周辺が描かれているんですが、この1ページだけでも漫画の中に確実に世界が存在していると思わせるほどの説得力を感じました。芸術にはあまり詳しくないんですが、印象派の絵のような美しさも感じられました。そして問題の次のページです。
階段を上りきったところに一人立っているスカート長めの女子生徒、セミの鳴き声、差し込む光、山、どうしていいかわからないような手の角度。このページを見たとき、奇跡的な瞬間に立ち会ったような、神聖な瞬間を覗いてしまったような、そんな感動と衝撃を受けました。物語が全く語られないまま、絵が全てを語っているような、そんな奇跡的なタイトルページだと思いました。その後も、風景画と言ってもいいようなコマが全編にわたって要所要所に挿入されていて、何度もページをめくる手が止まりました。最近覚えた単語を使うと、自然を描くバルビゾン派の絵画の中に物語を入れたような作品だと思いました。物語を伝えるために風景が描かれているのではなく、風景を伝えるために物語が描かれているとも言えると思います。実際に瞬きもせずと紬さんの他の代表作ホットロードのイラストを厳選した絵本も出ています。下のリンク先で少し見れますのでぜひ見てみてください。では瞬きもせずの好きなポイント2つ目です。2つ目は横書きのモノローグです。他の作品にももちろん横書きのモノローグは使われていると思うんですが、ここまで徹底してほぼ全てのモノローグを横書きにしている作品を初めて見ました。実際に物語はキラキラしてるという横書きのモノローグから始まります。この作品の中で横書きの文字は主人公小浜さんの心の声になったり、誰かに向けた手紙のようになったり、小浜さんの無意識が紡ぎ出した詩のようになったりします。吹き出しの中のセリフはもちろん縦書きなんですが、モノローグと混在しても全く読みづらくなく、他の少女漫画と同じように詩とドラマを同時に体験しているような感覚になりました。統治法を使って間隔を空けて書かれている詩のようなモノローグもあり、例えば、残酷なほど気づかずというモノローグがいきなり出てきて、どういう意味なんだろうと思って2ページ前に戻ると、今日も気持ちがいっぱい降る、彼の髪や彼の肩というモノローグとつながっていることがわかるというようなこともありました。モノローグとマッチする絵が描けて、さらにコマのレイアウトのセンスがないと、こういう縦書きと横書きが混在するスタイルは難しいだろうなと思いました。では、瞬きもせずの好きなポイント3つ目です。3つ目は、小浜さんの心臓の音、心音のオノマトペです。心臓の音のオノマトペの代表格はドキドキやドクドクなんですが、瞬きもせずでは心音のバリエーションが多く、ドクンドクンの一段階下のトクントクンも出てきます。読者にしか聞こえないこのトクントクンが出てくるたびに、完全に僕の気持ちも小浜さんに同化してトクントクンしていました。風景画のような画力で漫画の中に没入し、モノローグと心音によって完全に小浜さんと一体化してしまいました。ちなみに今野くんと喧嘩した時は、ドクドクからズキズキに変わっています。では最後に僕の好きなシーンを2つ紹介したいと思います。1つ目は、車が行き交う交差点の真ん中で小浜さんが今野くんに東京に一緒に行けることを伝えるシーンです。すごいドラマチックな場面で映画化したら絶対カメラが2人の周りを回るだろうなと思いました。これから待ち受ける社会の荒波と2人の世界の儚さを暗示しているようにも見えてとても印象に残っています。2つ目はホームで今野くんが小浜さんにキスするシーンです。あえてカメラを引いて小浜さんを見せないコマは男の僕もドキッとしましたし、演出面から見てもさすがだなと思いました。あまりストーリー自体には触れませんでしたが、作品の魅力が少しでも伝わっていたら嬉しいです。この作品には甘酸っぱい恋心はもちろんのこと、意図せず相手を傷つけてしまった時の後悔や、
思いを伝えられないもどかしさや家族との衝突、将来への不安、希望など、彼ら二人の青春のすべてが詰まっています。そして描かれている風景は確実にこの本の中に彼らの世界が存在していることを訴えかけてきます。興味を持った方はぜひ小浜さんと心音を重ねて彼女の高校生活を追体験してみてください。これからも傑作と言われている漫画や僕が衝撃を受けた漫画などいろいろ紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中の難しい単語の英訳も下のリンク先で見ることができますのでぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。